こんにちは。お元気ですか？今日は9月の17日の水曜日ですね。もう9月後半か。もうね、秋がもうすぐそこって感じですね。昨日ね、100均ショップのダイソーに行ったんですよ。そしたらね、入り口のところにね、もうね、来年のスケジュール帳が置いてありますじゃね。手帳がね。もう2026年のが置いてありました。だいたいね、9月から来年の手帳とかって置かれるよなっていうイメージはもともとあったんですけども、この100均とかね、ロフトとかね、そういうとこに行くとね、でももう来年2026年のことを考える時期に入っちゃったなっていうふうに思いましたね。とりあえず真夏のめっちゃ暑いっていう時期はね乗り越えたのでね、それは良かったなって思いますね。だいぶ暑さも落ち着いてきて過ごしやすくなったかなっていう感じです。なんか1週間ぶりに喋るんでちょっとなんか口が回んないなって思ってて先週アップしたのって火曜日だったかな。だから1週間と1日ぶりか。もうちょっとやっぱ週に2回ぐらいはアップした方がいいですね。アップした方がっていうか喋った方がいいですね。たとえ相手がいなくてこうやって一人で語ってるだけでも口の筋肉とかがねちょっと多分衰えてくるんだと思うんですよ。滑舌が悪くなるっていうのをね今感じております。なんかね、先週はねちょっと体調が微妙だったんですよね。別に夏バテとかそういうんじゃなくってちょっと先週生理になってたんですよね。だからちょうど先週動画アップした火曜日とかねちょっと体調が悪かったんですよね。でもなんかもうアップするって決めちゃったからなんかこう適当にいつも適当で申し訳ないんですけど適当に喋って適当にアップしたんですけどちょっとその時ね結構体がだるかったせいかちょっと編集にね一箇所モザイク入れるところとかをねミスってそのまま一回上げちゃってなんかその後2、3時間した後なんとなくこう気づいてちょっとスーパーに行って帰ってきた後になんとなく休んでてその時自分がアップした動画を適当にパパパって見てたらモザイクかけ忘れてるわと思って一回ねそれ非表示にしてモザイクかけて新しくアップし直したって感じでねその最初にねコメントをくださった方申し訳ありません。ちょっとねそれも消しちゃったんでねコメントを引き継げないもんですからでも一応読むのは読ませていただきました。ごめんなさい。多分ねその編集とかももうねめんどくさくってもうパパパってやってちゃんとチェックしなかったからそういうミスが起こるんだろうなって思いました。多分ねその動画撮ってるその日も体調が微妙だったのもありもうちょっと半目みたいになって映ってて嫌でしたねいいんだけどただね顔っていうのは結構個人情報としては大事な部分になってくるんじゃないかなって思うのでやっぱねそういう管理はちょっと私にとっては大事な部分なので一回非表示にしてねしっかりモザイクかけなきゃと思ってやり直させていただきました。はい。そうそう、その1週間ぐらい前生理になって具合が悪かったっていうのはいわゆる、昔からある通常の生理痛とかねそういうのとはちょっと違うなっていうのを感じててどっちかっていうと私もね現在48歳なんですけれどもちょっとね生理も周期が乱れてきたりとかしてだからこう前回来た生理から1ヶ月以上空いちゃうとかねあと経血の量がちょっと減ってきたなとか最近感じてるんですけどもそういう感じでね生理がそろそろ終わりますよみたいな雰囲気を出してるんですよね。だから閉経に向かってるんだろうなっていうのを自分自身でも感じます。日本人の女性のね閉経の平均の年齢って50.5歳なんですって。50歳
が平均なので、48歳の私がそろそろこう閉経に向けて生理が乱れてきたっていうのはごく一般的な平均値なんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。だから48歳の今閉経になっても全然不思議じゃないので、普通くらいだと思うのでね。で話戻すと、先週その生理の時に具合が悪かったっていうのは、通常の生理痛っていうよりも体がね、もういわゆる更年期の時期に入ってて、その更年期期間で生理とかも通常の状態じゃなくて、少しなんていうのかな、終わりが来てるのに、脳とかは普通に生理とかそういう通常の働きをしようとするっていう、そのバグから起きる体調不良っていう気がしたんですね。もともと私生理痛でね、すごい気分が悪くなったりとか、腰が重くなったりとか、あと激しい痛みがあったりとか、そういうのはあったんですけども、胃腸とかね、そういうところが痛くなるとか気持ち悪くなるってことはなかったんですよ。でも先週すごくね具合が悪くなったっていうのは、胃が気持ち悪くなったんですよね。胃かどうか分かんないですけど、胃の部分が、胃だと思いますね、気持ち悪くなって。夕方スーパーに買い物に行って、買い物してる途中ぐらいからなんか胃が気持ち悪くなってきたと思って、何これ、なんか嫌だなと思って、で、早々に買い物を終えて、テク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 、徒歩で8分ぐらいなんですけども、家に戻ってたんですけども、家に帰る途中も胃が気持ち悪いって思って、早く家に帰ってちょっと横になって休みたいななんて思いながらとぼとぼ歩いて帰ってきたんですけれども、これ生理による胃が気持ち悪くなってんだなと思って、で今までの生理ではなかったけどこうなってるってことは、そのいわゆる更年期の症状の一つっていう風にね考えてもいいんじゃないかなって思いますね。で別に更年期の症状じゃなくて、若い方で普通の生理の具合の悪さの中に胃とか腸とかが気持ち悪くなったり痛くなるとかね、そういうこともあったりするんですよね。生理痛っていうとね、一般的にイメージ的にこの女性器の部分、子宮とかその辺が痛むとかね、重くなるとかね、そういう症状っていう風に考える方が多いんですけれども、生理が起きてる時はね、結構体からいろんなホルモンとかが分泌されたりとかするんで、そのホルモンの分泌量がちょっと多くなっちゃったりとか、いろいろな感じでバランスを崩して、それに派生してその他の臓器の部分が気分悪くなるっていうことも、あったりするんですよね。で私が今回思ったのは、その若い頃はね、特に胃が気持ち悪くなるっていう感じの生理の時のね、そういう症状はなかったんですけども、おそらくね、この生理が終わりかけているこの更年期というね時期にね、経血の量とかも減ってるんですけれども、体はね、脳はね、さあちゃんと経血をしっかり出すんだみたいなね、そういう指令を与えてるけれども、そもそも子宮の方自体はお仕事もうそろそろ終わりにしようと思ってるので、そんなにたくさん出しませんみたいな感じでもう動いてて、だから脳の方であれ、もっと経血を出しなさいみたいなね、命令をするためにその子宮を収縮して経血を出すようなね、ホルモンとかをたくさん分泌しちゃったんじゃないかなって思って、でそういうのたくさん分泌しちゃったりとかすると、そのホルモンって子宮だけに働くんじゃなくて、胃腸とかにも結構影響を及ぼしちゃうこととかってあったりとかするので、そういう理由でこの胃が気持ち悪くなったりとかね、そういうこと、痛くなったりとかね、そういうこともあったりするんですよね。なので今まで経験した生理における体調不良じゃない胃の気持ち悪さっていうのは、きっとねそういう理由じゃないかなっていうふうに私は勝手に推理をしました。そんな感じでね、先週の火曜日ね、スーパーから帰ってきて横にグデーってなって寝っ転がっていたっていう感じで、
でもね、こう横になったらね、10分ぐらいで思ったよりね結構楽になったんですよ。あれ、横になっただけなのになぜか楽になったなとか思って。そうそう。だからね、そんなにめっちゃ辛いわけじゃなかったですけど、スーパーの帰り道、こう眉間にシワを寄せながらこうとぼとぼと歩いていたっていう感じでございます。そんな感じですね。まあでもそれなりにこの1週間元気に生きてましたよ。ちょっと具合が悪いなぐらいでね、別に夏バテとかも多分してないと思うし。そうそう。今スーパーの帰り道歩いてっていうので思い出しましたけども、私自転車をね数ヶ月前ぐらいにね粗大ごみとして処分したんですよね。だから今ね自転車持ってないんですよ。どこに行くのにも歩き、まあ遠出するときは電車っていう感じですね。もともと車も持ってないし、自転車も数ヶ月前に処分しちゃったから、こう不便かと思いきや何も所有してないっていうのがねすごく身軽で楽でいいなっていう清々しさを感じてますね。まあ自転車持ってるとね、私が住んでるアパートって自転車置き場に屋根がないんですよね。結構そういうアパートってありますよね。だから雨ざらしなんですよ。雨ざらしだし、日光にもさらされるし、自転車がすごい劣化しちゃうんで、私は1500円くらいの自転車カバーを買って、こう自転車にかけるようにしてるんですよね。毎回毎回かけとくのもめんどくさいし、それが結構半年ぐらいでボロボロになるんで、年に2回ぐらいは買い替えたりとかしてたんですよね。まあそういうこう何か思ってるっていうことのね、この所有するめんどくささっていうのがあるなとは思ってたんですけど、そういうのがなくなってすごいこうすっきりしましたね。どうしても自転車使いたい時はね、レンタサイクルとかもあるし、そんなにちょくちょくね自転車乗らないから、もう全然持ってなくていいなってすごく思いましたね。で車もね、もう手放して随分経つんですけども、ここに引っ越してくる前東京に住んでたんですけども、そもそも東京に住む以前は車持ってたんですよ。でも会社の近くにも住んじゃえってことで東京に引っ越したんですよね。会社のすぐ近くに。でその時にね、やっぱ車を東京に持っていくことはできないからっていうのもね、東京だと車が家賃みたいなね、車の駐車場が家賃みたいな値段なんで、だからちょっとね車はね所有できないですよね。なので車を手放して、だからもう十数年どころじゃないな、結構長いこと車はもう所有してないんですよね。でもね今のところでもね車がちょっと使いたいなってこともほぼないし、電車もあるから、乗りたいなと思ったら結構近くにねだいぶお手軽なレンタカー屋さんがあるので、それに乗ろうかなっていうふうに思ってるので、全然それで OK ですね。そんな感じで所有しないのはすがすがしいっていうふうに思ってるって感じですね。でその車とか自転車をね所有してないっていうね、その楽さ、気軽さ、身軽さっていうのを今思って、それに付随してというか今思ったんですけれども、一人が楽っていうのもあるなと思って、言うなれば人を所有していないというかね一人、ぼっちで生きてるので、それは寂しい状態ではあるんですけれども、やっぱりね楽っていうのはありますよね。なんていうかこう気を使わなくて一人暮らししてるから楽、単純にそういう考え方もあるんですけれども、ちょっともう一段階深い心理でなんていうのかな、私にとってこの大事なこのいわゆる彼氏とかね、パートナーとかね、家族とかね、そういう大事な人がいないイコール守るべき人がいないんですよ。それって悲しいことなのかもしれないですけど、でも守るべき人がいないってだいぶリスクがないというか、リスクがないって言ったらちょっと違うか、だいぶ身軽ですよね。身動きが楽ですよね。言うなれば人質がいないんですよ。
私にとって人質となる人間がいないんですよだからすごくこうシンプルであり楽でもあるなって思ったりしたんですよね。今言うなれば自分だけ守ればいいんですよね。そうそう、だからなんかすごくそこはやっぱり身軽というか気軽というか楽だなっていうふうに思いました。なんかなんだろうな、ちょっとなんかこれちゃんと伝わってるかわかんないんですけど、ちょっと語弊があるというか、ちょっと歪んで伝わっちゃうかもしれないんですけどもちろんね、こう一人がだから一人がいいですよっていうことが言いたいわけじゃなくって、絶対やっぱその人生全体で考えて、その充実度とか物事のこの展開とかね、そういうのを考えたら一人より絶対誰かと一緒に人生をね過ごした方が、関わりがあった方が絶対いいと思うんですよね。ただこう身軽さっていう観点で見たら、こうすごく一人っていうのはこう楽だなっていうのは思いますね。なんかすごいこうイメージするのはっていうか、もともとから思ってたことですけれども、私にパートナーがいた時にね、パートナーっていうのはいわゆる彼氏ですね。私にとって相手が大事で、相手にとっても私がとても大事なわけですよね。だからお互いこう守るべき人がいる状態なんですよね。だからこう何か2人でこう、人生に存在している時に何かハプニングが起きたりとか、ピンチが訪れたりとか、単純に物理的にやばいやつに襲われたりとかした時ね、例えば分かりやすくね、そういう時に相手は男なので私を守らなければならないと思うだろうし、守ってしまうと思うんですよね。そうするとその彼がやられるリスクが高まってしまうわけですよ。それはちょっと絶対に嫌だっていうのもあるので、この生物的にね、男より女の方が身体能力というかね、戦闘力が低いわけですから、その低い私がそれでもこう相手の枷にならないというかね、それによって私を守ることによって相手が、最悪の事態になってしまったり、亡くなってしまったりとか、もしくは怪我をしてしまったりとかね、そういうのになるのはできるだけ避けたいと思うわけですよ。だから、私はなるべくこの生物としてね、この何かを察知したりとか、パッと逃げたりとか、素早く判断ができたりとか、もしくは防御できたり、時にはそのやばいやつに一撃入れて相手を一瞬でも止めた隙に逃げられるとかね、そういうちゃんとしたその生物としての最低限でもないな、だからそういう力は常に持っていたいし、それはきちんと自分でどうにかしたいっていうのは常にありました。ちょっと何言ってんのって感じかもしれないんですけど、だから女だからといって守らないともう弱すぎるっていう存在でいること自体が、自分の大事な相手をこう危ない目に遭わせてしまうというかね。だから私の方が相手を守ろうとしなくていいんですよ。だからもちろんね、突発的に何かが起こった時に反射的にこう相手をかばってしまったりとか守ってしまったりとかするのはあるかもしれないですけども、それとは別として、考え方として、自分が相手を守るというかね、自分の身をしっかり自分で守れて、しっかり逃げれて、しっかり対処できる。だから相手が、私のパートナーが私のことを自分の身を挺して守らなくても、私は私一人でちゃんともう逃げれてるというかね、対処できてるっていう状態で常にあることが大事というか、そうしたいというふうに私はね
思ってましたね。それでもね、もちろん相手は守ろうとしてくれちゃうと思うので、ただそれが必要ないくらいお互い2人で同じくらいの感じでお互いがお互いに逃げれるというか対処できるっていうくらいであったらいいなっていうふうに思ったりしましたね。で、もちろんもうなんかこうそれでももうどうしようもないくらいのピンチがもう一瞬で起こることとかはあるので、そういう時はね、脊髄反射で私も相手をかばってしまったり守ってしまったりとかすることはあるのかもしれないですけども、ただそういう反射でない限りは、私が身を挺して、つまり命を懸けて相手を守るっていうのは突発的にしちゃうかもしれないけど、でも基本的にはしないようにしようっていうふうに普段は心がけてるというか、心の中にそういう決断をあらかじめ持っておいてたっていうのはありますね。なんていうか、私に守られて、例えば私が死んで相手が残ってその後の人生を生きると考えたら、そっちの方がしんどいじゃないですかなので、だったら潔く私を守ってもらって相手が亡くなってくれた方がまだ相手にとっては苦しくないっていうのもある。生き延びた私は生涯苦しむかもしれませんが、相手よりは相手が苦しむことを考えたらそっちの方がまだいいかなっていう考えはあったので、っていうかどうなんだろう、みんなそういうこと決めてる人っていうのは珍しいのかな。もちろんね、そういうふうに自分の中で決めておいても、やっぱり何かが起きた時は瞬発的に脊髄反射で動いちゃったりとかするとは思うんで、もちろんその通りにはいかないとは思うんですけども、ただそういうふうにあらかじめ自分の中でのコマンドをあらかじめ決めておくっていうのは大事かなっていうふうに思ったりとかはしてますね。とにかく自分が守られて両方とも危なくなるっていうのがならないように、なるべく2人揃って生き延びるっていう確率を上げるためには、守られる生物的に弱い立場の女である私の生存力を少しでも常に底上げしとくっていうのが大事かなって思いますね。それはもちろん体的なとこ以外でも、考え方とかなんていうか、精神的な強さとか、何かがハプニングが起きた時の胆力というかね、テンパらない力というかね、あとたまに動画内で詐欺とかが合うたらとか、そういう話をちらっとしたりとかしますけど、何かが起きた時って人って知能指数が下がるらしいので、単純にテンパるっていうよりも、自分の脳みそが例えば7歳ぐらいの子供になったっていう風に客観的に自分を見れたら、そこでどうすべきか、逆にその知能指数が低い状態で自分は判断してるんだっていう風に俯瞰することも大事だと思うので、それもね、ちょっとあれかなって思いました。あれかなって何なんでしょうね今ね、知能指数がそういう時に下がるっていう話でね、思い出したんだけどね、ちょうどね、そういえばね、先週ね、私がパソコンをいじってて、いろいろ調べ物してたんですよ。分かんないことがあって、でいろいろGoogle とかで検索して、いろんな説明とか情報ないかなっていろんなサイトを覗いてたら、あるサイトをクリックした時に全然変なサイトじゃないですよ。普通の、真面目なというか、の説明が書かれてるようなサイトをクリックした時に、急にこのウイルスに感染しましたみたいなね、声が出て、画面を見るとね、トロイの木馬のなんちゃらに感染したなんちゃらでなんちゃらでみたいな画面が出て、でうわっと思って、急に出るからこっちもびっくりするわけですよ。画面が急にパッて変わって、しかもこの機械音声でなんちゃらなんちゃらです、なんとかのなんとかがあります、ちょっと忘れちゃったんだけど、
でこのなんとかの場合はこの画面をとにかく画面を切らないでくださいとか言ってて、それでなんかその画面になんかその場合はここになんか問い合わせセンターにご連絡くださいみたいなのが書いてあって、でなんかこう画面がこう閉じるバッテンのとこもなかったかな。だからどうやって閉じるんだと思って、そもそも閉じていいのかとか一瞬こうちょっとテンパったんですけど、テンパったっていうかドキッとしちゃったんですけど、とにかくこうワー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 こう機械音声で言われるのがまず冷静になれないと思って、パソコンの音声をミュートっていうか音声を切ったんですよ。で音声ゼロにして、そしたらこうワーワー言われないからちょっと落ち着いてきて、そもそもこれがこう嘘のこの警告のある可能性ももちろん高いし、これは本当にこうウイルスに感染したこのメッセージなのか、もしくは何かのこう詐欺のこの嘘のこうやつなのかっていうのをね、どうなんだろうってこう考えてじっと見たりとかしたんですけど、おそらくその画面自体があれかなっていうふうに思ったんですよ。だからとりあえずね、その画面をね一回携帯の写真で写真を撮って、その後こう閉じるためにあれなんだっけ、ど忘れしちゃった、なんだっけ、あれど忘れしちゃった、あれコントロールオルトデルでデリートでタスクマネージャーだタスクマネージャーを出して、そこから結局画面を閉じたんですね。ですごいなんかもう嫌な気分になったんで、一回パソコンの電源を落として一回本とか読んでこうちょっと気分をね上げようと思ってでで結局その調べ物がそこで頓挫しちゃったってのもあって、先週ねその具合がちょっと100% の状態じゃなかった体調もねってのもあったんで、今日も休もうと思ってちょっと休んだりとかしてたんですよ。でその次の日とかね、普通にパソコンも開けて普通にいろいろできて、一応自分のこの念のためにこの携帯の方からね、自分の銀行口座とか IP アドレスを使ってなんかできるようななんかとか、なんていうの、あと Amazon のやつ、買い物のやつとかね、ログインして確認してみたりとか、ちょっとログインのあれをパスワードを変えてないな、変えようって思ったりとかね、一応、そういうの一応チェックはしたんですけれども、多分あれやっぱりこう嘘の嘘のあれ詐欺で、おそらく多分あれに電話してくださいって電話番号をそこにかけるっていうこと自体がそもそも怪しいんで、そこにかけたらきっと詐欺が始まるっていうあれなのかななんて思ったりとかしましたそんなこともあったななんて、すごいなんかこうで、私今までそういう詐欺のやつとかっておそらくなんかイメージ的に、例えばこういかがわしいサイト、つまり男性が好きそうなそしたらちょっと男性に悪いか、いわゆるこうエッチなサイトとかね、そういうのを開いた時にそういうやつって出るもんなんじゃないかなと思ってたんですけど、それは本当にウイルス仕込まれてるパターンの方が多いのかな。なんか普通に真面目ななんかを調べ物をしているサイトを開いた時にそういうのが出たんで、なんか逆にそれがこれ本当なんかなって思っちゃったりとか、一瞬ね血の指数が下がったりとかしたんですけど、だからね、全然こうなんて言うんだろう、こう変なサイトとかじゃない、普通のサイトとか、普通のっていうか真面目なサイトだと思って開いた時もそういうことってあるんだなって思ったりとかして思ったよっていう話でしたはい、そんな感じでございます。やっぱりね、週に2回ぐらいはね動画アップしたいなって思いましたね。動画アップしたいなというか、喋らなければって思いましたね。ちょっと口が回りづらくて、ちょっと今回はねちょっと口周りとか喉周りとか少し気合を入れて喋りました。なんか1週間ぶりに声を出したんで、ちょっとうまくこう声がちょっとなんか出なくて、あと脳みその中で言葉が出てこなくて、もともと言葉はここ数年出てこねえなって思ってたんですけど、さすがに人と喋ってないから、それでもね一人でこうやって一方的に喋ってるだけでも
脳みそを少しは動かしてると思うんで、やっぱりこうエクササイズという観点からもね、週に2回ぐらい、内容がどうでも良い内容とか内容がない内容とかでもいいから、何でもいいから、ラジオ体操と同じなんで喋ろうかなって思いました。ということで、それではまた。